はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月いっぱい年末までの恋愛運を見てみたいと思います。よろしくお願いします。特に恋愛というふうに掲げていますので、今気になる方がいるとか、パートナーがいるとか、片思いにしろ両思いにしろ、どなたかを思い浮かべながら聞いていただけたらと思います。そしてこれから新たな出会いが欲しいよという方もですね、この流れを踏まえた上でのアドバイスやどんな人と出会えるのかをまた最後に見てみたいと思います。お願いします。でもちろん皆さんの状況それぞれ違うので、皆さん全員にこの内容が一致するわけではないと思いますが、あくまでもいい関係を作っていくとか、心地よく自分が過ごすためのヒントだと思って聞いていただけると嬉しいです。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。まずこの12月のですね、2人の関係性、キーカードがワンドの10です。後で解説しますね。今言われているのが、この乙女座の皆さんにとってのその関係性、今誰を思い浮かべて聞いてくださってるか分かりませんが、なんだか無理をしがちな2人って感じがしますね。オラクルというかキーカードがやっぱりワンドの10なので、無理してでも何かをしてあげたいとか、無理してでもこの関係をうまく続けなければとかっていう形で、少しお互いに負荷がかかっているのかもしれませんね。でもちろんその何か今は大変だけど、これから先の未来に対しては良くなっていくからっていう期待を持って今をこう頑張って過ごしていこうっていう感じだと思うんですけど、乙女座の皆さんがそこまで考えて行動していることを相手は全く分かっていないっていう感じがするんですね。相手は相手の世界を生きているっていう感じです。なのでどちらかというと、おそらく乙女座さんが相手に合わせたりとかしているのかもしれません。でこの相手の方っていうのはなんだかね、頭の中が忙しいっていう感じがして、すごくちょっと疲れてるかな、なんか神経症っぽい感じがします。みんながみんなそうじゃないと思うんですけどね。もうとにかく疑い深くなってるし、猜疑心も強くなってるし、細かいことを気にしやすくなってる。だからこそ余計なことを想像してみたり、いいことも悪いことも想像してみたり、辛すぎるとなんかすごく桁外れないいことを想像してみて自分を慰めたりっていう形で、ちょっと頭の中が忙しいなって感じがするんですね。なので自分のことで精一杯、自分の頭の中で作り出すストーリーの中でも自分が埋もれてしまってるから、本当に生身の乙女座さんのことを見てないって感じがするんですよ。で見てなくてなんか勝手なことしてるなみたいな風に見えるのかもしれません。で実際にじゃあそれを理路整然とこうでしょとかこうしてほしいとか言っても、相手は分かったって言うけどできないみたいな感じ。今まだそこに向き合えるだけの準備ができてませんっていう感じです。だから何かもしかしたらその相手のこの言動、この状況に対して乙女座さんは少し不満を持ちやすいのかもしれませんね。ここでやっぱりソードの5っていうカードが出ていて、なんかこんなにやってもこんなに言っても分かってもらえないんだったらもう違うのかなみたいな感じで、少し心にヒュルーって冷たい風が吹くみたいな感じがあり、向こうは真剣に答えようとしてるかもしれないけど、本当にそこまでの準備ができてないんだって感じです。まだまだ自分のことで精一杯、自分の頭の中のことをクリアにすることで精一杯な感じです。だからちょっと一時的に乙女座さんのことを気にかける余裕は全くなかったって感じですね。ただじゃあこれで終わりなのかってそういう感じではないんですよ。ここからまたじゃあどうやって関わっていきますかっていうのを一緒に作っていきましょうみたいな感じがあります。なので乙女さんが何を気にしてるかっていうことだと思うんですね。よくありがちな話で、本当に相手は私のこと好きですかみたいなことでよく聞かれるんですけど、感情的には好きか嫌いかって言われたら好きです。だから好きだからといって何かアクションを起こせるかとか、相手を喜ばせるような行動ができるかはちょっとできないですっていう感じなので、その何を求めてるかなっていう感じですね。ちょっともう少し見てみましょう。相手の今の置かれてる状況や気持ち。
うん、孤独感っていうカードが出てますね。孤独って感じ。本当になんか閉塞感がある感じです。自分の中でなんか頭の中ではすごくいっぱいいっぱいで、なんだかもし自分が外に出れたらああしてこうしてああしてこうしてみたいなことを考えたりとかするけど、でも現実は自分は檻の中にいるんだみたいな、部屋の中に閉じこもってるんだみたいな感じがするんです。だからちょっと調子が悪いですね、相手の方が今。うん、でこの中で私のこと本当に好きとかどう思ってるって聞いても、もちろん好きだけど、でも何もできないみたいな感じですよね。そして乙女座さんはどうなんでしょうか。乙女座さんは今度いつ会えるのかなって言って空想してるっていう感じですね、これは。うん、いつ会えるのかな、またいつ楽しくできる日が来るのかなみたいな感じですよね。まあ実際本当にこれが当てはまる方もいらっしゃるかもしれないし、まあ全然そんなことないですよという方もいらっしゃるかもしれないけど、少し今こう与えられているメッセージとしては、やっぱりこうお互いが向き合って楽しくするっていうような流れではないんだなって感じですよね、これはね。そしてまあでも星で見たら12月21日以降少しこうレジャーとか恋愛運とか上がってくる時なので、そこから少し動きが出てくるかもしれませんね。ただ一番言われてるのはこうなんかこう頑張ったからといって成果が出る時と出ない時がありますよね。なので今相手の方っていうのはあんまりいい状態じゃないと思うので、だからといってこう無理しすぎない、自分ばっかり頑張ってみたいな感じで負荷をね自分にかけすぎないでねって感じがします。ちょっとカードでもね対策見てみますね。ラブ、話す機会さえあれば解消できるって感じですね、この不安感は。不安感とかしんどさは。まあ今は別にそんなすぐ会えなくても大丈夫だけど、やっぱりこう今出てきたカードはリスクっていうカードなんですけど、でもやっぱり歩み寄ってきてほしいとか、今向き合える時じゃなくてもその気持ちがあることを示してほしいとか、そんな感じですね。ちゃんとその相手の感情や状況っていうのを相手の言葉で相手の口から聞いたら、乙女座さんは安心できる、納得できるっていう感じですね。そして相手もなんかこうやってちゃんと向き合うことによって、ああなんかこれでいいのかな、このままでも大丈夫なのかなっていう形で少し溶けてくるっていうか、その硬くなったエネルギーっていうのが溶けてきますね。ちょっと今後のね可能性とかもう少し対策見てみますね。ちょっと待ってね。今出てきたのは解放というカードと嬉しさと茶目っ気ですね。どれも明るいですね。解放っていうのはやっぱ心の扉を開いてねとか、今この2人に必要なのは嬉しさとか茶目っ気なんでしょうね。特に相手の方にそれが必要な気がします。なんかシリアスにこうなんか猜疑心が強くなってるから、ちょっと肩の力を抜いてなんか馬鹿げた冗談で笑うみたいなとか、ちょっと茶目っ気みたいな感じのエネルギーがあるといいなって感じがしますね。何か参考になりましたでしょうか。そして、新しい出会い求めてる方もちょっと見てみますね。新しい出会い、乙女座さん。タワー、ペンタクスにワンド5ということで、何かもし出会いを求めるなら、これまで自分が出会ったことないような人がいいかもしれません。もしくは感情的にすごく揺さぶられる人。まあ最初はね「えっ?」とか思っても後で好きになるっていうことがあるように、最初は「えっ?」とか「ないわ」とかなんかそういうこうちょっと衝撃的な感じの人かもしれません。でもそれぐらい強いインパクトがないとなんか心惹かれないって感じがするんですよね。なので具体的な誰かっていうよりも、今必要なのは刺激って感じがします。乙女座さんは刺激が欲しいって感じ、刺激が必要で、その刺激をくれる人とはまたねすぐじゃなくても2週間後だったり2ヶ月後だったりとか、また何かで出会う機会があればまあ盛り上がるかもなっていう感じですね。だから最初からガツンともうドストライクのタイプですみたいな感じの人が来るとか、そういうわけじゃなさそうですね。何かやはり自分が
乙女座さんの中にもこう対人関係、こうパートナーとの関係に対してうまくやるための何かこう解放が必要なはずなんですよね。その上でそれを解放してくれる人とか、今までなかったこのタイプみたいな人が出てきたら超ラッキーってことですね。それぐらい感情が揺さぶられるような人との出会いはあるかもしれません。それをぜひ求めていってください。だからかっこいい人と出会えたとか、めちゃくちゃ綺麗な人と出会えたみたいな、そういう感じではなくね、どれだけ衝撃を受けるかみたいなのが重要みたいですよ。はい、ということで最後にもう一枚オラクルカード引かせてください。はい。ほう。ロマンティックフィーリングスということでこのカードが出ましたが、やっぱりもしね、少しでも誰かにときめくとかドキドキするようなことがあれば、もうそれはね、探求していく価値があるよっていうことですね。自分の感覚っていうのはもっとこう現実的に楽しんでいいんだよって感じがします。ロマンティックな感覚を楽しんでねっていう風な感じがしましたね。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったですとか、分かりましたとか、参考になりましたという方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。また12月はライブをしたり年間リーディングもする予定ですので、楽しみにしててください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。